ロー皆さん。今回は去年クリスマスに家族で乗船した MSC エウリビアヨーロッパ4カ国6都市の旅と船内の情報をお届けします。ハンブルクは直近で動画を出したばかりなのでそちらをご覧ください。では MSC クルーズの旅程はこちら。1日目はドイツハンブルク港を出発し、2日目は移動のため船上で休憩、3日目はオランダロッテルダム観光をしてレンタカーでデンハーグ、4日目はベルギーブルージュ観光をして、5日目はフランスル・アーブル港に到着しますがレンタカーでモン・サン・ミシェル、6日目はイングランドサウサンプトン観光とレンタカーでストーンヘンジへ行き、7日目はまた船上で休憩をして8日目の朝にハンブルクへ寄港します。ということで今回は3日目のオランダロッテルダムから。キューブハウスは建築家ピート・ブロムによって都市の屋根のような暮らしというコンセプトに基づいて設計されました。都市空間でありながら村のような雰囲気を感じられるエリアを目指して作られた家は45度に傾斜した立方体の形をしています。ですが独特な角度により空間が開放的に感じられる一方で、実際に利用可能な面積は全体の4分の1に過ぎないんだそう。キューブ下の基礎部分も六角形なのでちょっと家具の配置が難しそうですね。そしてすぐそばには中世からの歴史を持つアウデハーフェンがあります。これはロッテルダムで最も古い港とされています。第二次世界大戦中には多くの建物が破壊されましたが、戦後に再建され、今日では古い歴史と新しい開発が混在する魅力的なエリアになっています。ではマーケットホールに行ってからデンハーグに向かいます。ロッテルダムのマーケットホールはその独特な馬形型のモダンなデザインで有名です。色鮮やかな果物、野菜、花などが描かれた外壁部分は住居スペースとなっており、窓から市場を見渡すことができます。さて車を走らせ30分、デンハーグに到着。お目当てはフェルメールの真珠の耳飾りの少女。マウリッツハイス美術館は17世紀のオランダ絵画黄金時代の名作を中心に展示しています。ヨハネス・フェルメールの真珠の耳飾りの少女やレンブラント・ファン・レインのトゥループ博士の解剖学講義など世界的に有名な作品が展示されています。美術館の建物自体も見どころの一つで、17世紀のオランダ古典主義建築の代表作とされています。そしてここでミッフィーのオーナメントもゲットしました。マウリッツハイス美術館のすぐそばにはビネンホーフがあります。ビネンホーフはオランダの政治の中枢で、オランダの首相のオフィスもここにありますよ。今回は外観を少しだけ見てデンハーグ最後の目的地エッシャー美術館へ向かいます。
この美術館では有名なオランダ人画家マウリッツ・エッシャーの幻想的で数学的に洗練された作品に特化しています。博物館はかつての王宮であったランゲフォールハウト宮殿内に位置しています。この宮殿自体もその歴史的建築と装飾で注目に値します。そして再びロッテルダムに戻り、ユーロマストや SS ロッテルダムを見てこの日は終了。出港時間に間に合わないかと少しヒヤヒヤでしたが、なんとか時間内に収めることができました。ということで3日目が終了。4日目はベルギー・ブルージュにやってきました。といっても港から町へは距離があったので、無料のシャトルバスと有料のバスを乗り継いできました。海も川のクルーズも必ずしも町の中心に港があるとは限らないので、大抵の場合移動が必要になります。ということでベルギー名物のワッフルを食べに来ました。ほかほかのワッフルの上で溶けるアイスがたまりませんね。ブルージュは北のベネツィアとも呼ばれているそうですが、ヨーロッパにはそう呼ばれている場所がたくさんあります。ドイツ・ハンブーグもそのうちの一つ。でもブルージュの方が北のベネツィアっぽい気がしますね。聖母教会は無料のエリアと有料のエリアに分かれています。ここからは有料。13世紀から15世紀にかけて建設されたこの教会は、その高いレンガ造りの塔で有名で、高さは 115.6 メートルに達します。ドイツでより高い塔を見ているのであまり実感はありませんが、これはヨーロッパでも最も高いレンガ造りの塔の一つとされているんだそうです。そして教会内で最も注目すべきはミケランジェロ作の聖母子像。これは彼の作品の中でイタリア国外に現存する数少ない作品です。16世紀にブルージュの商人がフィレンツェで購入し、聖母教会に寄贈したそうです。その後ナポレオン軍や第二次世界大戦中のドイツ軍によって一時持ち去られましたが返還されました。少し街中を歩いて向かった先はチョコレート博物館。ここでは面白い形のチョコレートの展示を期待していったのですが、どちらかというと歴史や製造過程に焦点を当てていました。もしチョコレートの歴史に興味があれば良い経験になるかもしれません。出口付近の部屋に少しだけバッグや帽子、キャラクターの形のワクワクするようなチョコレートがありましたよ。たくさんのチョコレートを見ていたら甘いものが食べたくなったので、北フランスやベルギーのフラマン地方の伝統菓子メルベイユ専門店に来ました。東京やドイツにも店舗があるそうですよ。メルベイユはメレンゲをホイップクリームで覆ってチョコレートをまぶしたスイーツ。マークはレーズンのブリオッシュ、クラミックレーズン。ふわふわで癖になる美味しさでした。ゆっくりと観光したいところですが、バスと出港の時間も考えなければいけないので、残りは早足で外観のみ観光スポット巡り。
ヨーロッパにおけるクルーズ旅は短期間で複数の国を楽して安全に回れる手段ではありますが、港から街が遠い場合は移動に時間を取られるので観光の時間が減ってしまう点はデメリットですね。でも寝ている間に次の国へ移動してくれているので、大荷物を持って自力で移動したり、ホテルのチェックイン時間を気にする必要もない点はストレスがなくてかなりいい点だと思います。3食料理もついているのでコスパはいいと思いますよ。ちなみにマークの両親はというと、観光に誘いはしているものの、翌日乗るアーブル以外は行ったことがあるので、結局一度しか船を降りなかったんだそう。船内はかなり充実しているので、私たちも連日観光ではなく、それもありだなぁと思ったりもしました。5日目はフランス・ル・アーブル港に到着。あらかじめ予約していたレンタカーを借りて、片道約2時間半のモン・サン・ミシェルへ出発します。ヨーロッパではよくあることですが、大手のレンタカー会社でない場合、オートマ車を予約してもマニュアル車になってしまうことがよくあります。オートマ車しか資格のない方は要注意ですね。そして駐車場からモン・サン・ミシェルまでは徒歩約20分。シャトルバスもありますが、かなり並んでいたので徒歩で向かうことにしました。ホリデーシーズンなのでやっぱどこも混み合ってますね。この日は潮が引いていました。モン・サン・ミシェルは干満差が大きい場所としても有名ですよね。道が狭いので人でぎゅうぎゅう。私たちはオンラインチケットを購入していたので、待ち時間なしで修道院へ入ることができました。モン・サン・ミシェルは長い歴史を持つ主にゴシック様式からなる修道院で、8世紀に最初の礼拝堂が建設され、10から11世紀頃にはベネディクト会の修道士によって本格的な修道院が建設されると、キリスト教の重要な巡礼地として栄えるようになりました。またモン・サン・ミシェルとその湾は1979年にユネスコの世界遺産に登録されました。歴史的建造物と自然景観の調和が評価されています。修道院は何世紀にもわたって拡張され、百年戦争中には要塞としても使用されることとなり、イギリス・フランス両軍による攻防の舞台にもなりました。建物内には少しの展示物や美しい回廊があります。18世紀末のフランス革命時には修道院は廃止され、19世紀半ばまで刑務所として使用されたんだそう。干潮時はこのように歩くことも可能ですが、かなり海水を含んでいるのでぬかるんで足が埋もれやすいです。干潟を歩きたい方は事前にレインブーツを履いてくることをおすすめします。そしてまた港へ戻り、出港時間が遅めだったので港をフラフラして1日を終えました。この日もサウサンプトンの港からレンタカーを借りてストーンヘンジに到着。約1時間のドライブでした。チケット売り場からは歩いて20分ほど。シャトルバスも出ていますが、行きは歩いて向かうことにしました。ここでチケットのチェックをしてもらって敷地内に入ります。ストーンヘン
寺はイングランドにある有名な巨石のストーンサークルです。紀元前2500年頃に建設されたと考えられていますが、その正確な建設目的や方法は不明。ただ石の運搬や配置は当時の技術としては非常に優れたものだったそうです。そしてこれにはいくつかの説が存在しています。太陽や月などの天体観測、新石器時代の暦、儀式や宴会の場、埋葬地など様々な説が提唱されています。しかし正確な用途は謎のままで、研究者や考古学者によって議論され続けています。サウサンプトンへ戻ります。イギリスは日本と同じ右ハンドル左側通行です。この旅も終盤。船旅はやっぱり冬より夏の方がいいですかね。フィッシュ&チップスを食べてサウサンプトンで絶対に行きたかったタイタニック号の博物館へ。タイタニック号は20世紀初頭に建造された世界最大級の豪華客船で、1912年4月、その処女航海中に沈没したことで知られています。この事故は多くの命を奪い、海事史上最も有名な事故の一つとなっています。では一体何があったのか。タイタニック号は1912年に完成したホワイトスターライン社の保有するイギリス船籍のオーシャンライナー。1912年4月10日、船はここサウサンプトンを乗客・乗務員合わせ3000人以上を乗せて出発。フランス、アイルランドを経由してアメリカ・ニューヨークを目指していました。しかし1912年4月14日の午後11時40分頃、氷山と衝突。船は船首から沈没していき、その2時間40分後の午前2時20分頃には船首と船尾の船体が2つに折れ、沈んでいきました。そして1500人以上が亡くなったとされています。事故の原因は航行中の注意不足と速度を維持しようとしたことが主な要因と考えられていますが、これには諸説あり、石炭火災や操作ミスなどの説も考えられ、事故の詳細は分かっていません。また、救命ボートは当時の規定に基づき、定員約1178人分しか用意されていませんでした。この悲劇から条約が制定され、救命ボートの配置や無線通信の義務化が強化されました。最後は簡単に船内紹介と費用について。 MSC リビアは2023年に就航開始。乗客定員6327名、乗務員数約1711名、総トン数は18万4011トンの MSC クルーズ内メラビリアプラスクラスのクルーズ客船です。今回私たちが予約したキャビンは窓側バルコニー付き、フロアは9階でした。各国の港に着くたびにゲストが入れ替わりますよ。室内の構造はこんな感じ。2人であれば十分な広さです。日本にも就航している MSC ベリッシマとほとんど同じかもしれませんが、毎日のプログラムやスケジュールが提供されます。ちなみにテレビは見られますが、
HDMI を使ってダウンロードした YouTube や Netflix は見ることはできません。Chromecast も使えません。確認したのですが、セキュリティ上使えないようにしているとのことです。ミニバーもたっぷりですが、これらはドリンクパッケージには含まれていないとのことで別料金のため要注意。水は営業中のバーでたっぷりもらうようにしていました。まだ新しい船なので水回りもきれい。レストランは10カ所、バーは17カ所。ここ6階と7階のレストランはクルーズ代金とは別料金ですが、指定されたレストランでの食事は朝昼晩3食ともクルーズ代金に含まれています。15階には代金に含まれたブッフェもあるので、たくさん食べたい方にはコスパ最強。バーはスタッフが少ないのか、注文や注文後の待ち時間が長く感じましたが、一番安いドリンクのパッケージでも種類が豊富なのは嬉しい点でした。その他にも美容室やスパ、ジム、カジノ、ショー、バンド演奏、アクアパークもありますよ。マークもちゃっかりアクアパークを満喫。足元を見ると海が見えるのでスリル満点です。他にもゲームセンターやフォーミュラ1、VR、ボーリング、バスケやサッカーのコートもあります。プールの映像とともにまとめ。基本的に全てクルーズ代金に含まれているので、安心して飲み食いができ、豊富なアクティビティもあるため、観光の時間以外も楽しむことができました。クルーズ代金は7泊8日、2人で2858ユーロ。当時のレートで日本円で約45万2239円でした。オプションの追加はしていませんが、現地での移動や観光での費用を含めると50万円ちょっとになるかと思います。さて MSC クルーズの旅はここまで。次回は1週間のランチ、ドイツの食文化に関する動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。